タリアングレーハウンドのニアと暮らし始めて、あっという間に118週間が経ちました。最近ニアに関する意外な発見があったんです。それはニアの嫌いな食べ物です。ニアはキッチンパトロールが日課で、なんかいいものないかなって飼い主の足元でおこぼれを虎視眈々と狙っているんです。そんな時、飼い主がうっかり食材を落としてしまうことがあるんですが、ここでニアの好き嫌いが発覚しました。まず一つ目はサニーレタスのような葉物野菜です。落ちてきたレタスをやったとばかりにバクッとするんですが、次の瞬間ベッと吐き出すんです。まるでこれじゃない完全体で。そしてもう一つはカニです。ボイルしたカニの切り身を落としてしまった時も勢いよくパクッといったのに、すぐ煮て、まさかカニまでお気に召さないとは。でもカニを食べなかったのはニアのファインプレーだったのかもしれません。というのも、ワンちゃんにとって生のカニは要注意なんです。アレルギーのリスクもありますし、チアミナーゼという酵素がワンちゃんにとって大事なビタミン B1 を分解してしまって、ふらつきや麻痺を引き起こすこともあるそうなんです。加熱していれば少量なら大丈夫と言われていますが、ニアの本能がこれは怪しいぞと察知したのかもしれませんね。こうやって見ていると、嫌いなものって誰に教わったわけでもないのに自然と決まっているのが不思議です。これって遺伝子に刻まれたものなのでしょうか、それとも生活の中で身についた感覚なのでしょうか。ちなみに飼い主の好みがニアに一番影響した食べ物はおにぎりです。ニアとピクニックに行って食べたり、たまに買って帰るので、ニアにとってもおにぎりは嬉しい記憶と結びついて好きになったのかもしれません。皆さん、お正月太り解消できてますか？飼い主は永遠に戦い続けています。いつもの散歩コースもちょっと飽きてきたので、今日は思い切って遠出して観光でカロリー消費作戦を決行することにしました。というわけでやってきたのは関東にある超珍しいスポット、三県境です。ここ栃木県、群馬県、埼玉県がピタッとくっついている場所なんです。日本には県境がいっぱいありますが、そのほとんどが山や川の中にあります。でもここは全国で唯一平地にあって歩いて行ける県境なんです。もともとは渡良瀬川の中にあったそうですが、明治時代の工事で流れが変わって今の場所にひょっこり現れたんだとか。そんな珍スポットを目指して、道の駅かぞ渡良瀬から歩くこと約500メートル。今日は気温も10度超え、ポカポカ陽気で絶好のお散歩日和です。階段を降りてのどかな畑道を看板に沿って進んでいくと、ありました。本当に畑のど真ん中にゴツンとあるんですね。生活感満載で逆に面白い埼玉、栃木、群馬をたった一歩でぐるっと一周できちゃうんです。なんとも不思議な気分。これでニアも関東で行ったことないのは茨城県だけになりました。さて、三県境を堪能した後は道の駅の物産館へ立ち寄ります。いちごも美味しそうなんですが、飼い主として見逃せないのが白菜。東京だと1玉300円以上するのに、なんと220円。しかも中身が詰まってて 2.3 キロもありました。こちらの長ネギも極太で1本60円。
これ東京の半額近くです。思わずカゴに入れちゃいました。今夜はキムチ鍋で決まり。お得な食材もゲットして大満足です。さあカロリー消費はまだ終わりません。次は渡良瀬遊水地へ向かいます。渡良瀬遊水地にやってきました。道の駅数渡良瀬から車でたったの2分、中央エントランスに車を止めてのんびりお散歩スタートです。見てください、この見渡す限りの絶景。渡良瀬遊水地は栃木、群馬、埼玉、茨城の4県にまたがる日本最大の遊水地です。かつては村があったり足尾銅山の歴史があったりと深い物語を秘めた場所なんですが、今は多くの野鳥たちが羽を休める楽園になっています。遊歩道はとてもきれいに整備されていてトイレもあるので安心して歩けるんですが、一つだけどうしても気になる看板があるんです。それはイノシシ注意の看板。しかもかなりリアルな写真付き。まさか昼間からはいないでしょうなんて半信半疑で水辺に近づいてみたらあったんです。イノシシの落とし物が、しかもあちこちに大量に。いや、気をつけて、まだ近くにいるかもよなんて急にキョロキョロしながらの探検モードになっちゃいました。幸いイノシシには遭遇せず無事に生還です。今日は中央エントランスから入ってビジターセンターを回って戻ってくる約8キロ、1時間半のロングコース。知らない場所を歩くのはワクワクしますね。どうやったらもっと楽しい旅動画を作れるかを考えながら散策できました。ただ散策の終盤になったら強風が吹き始めてしまい気温も徐々に低下してきたので急ぎ足で車に戻りました。そして自宅に帰りキムチ鍋を作って体の内部から温めます。今後もこういう雰囲気で動画を作っていきますので、また見てもいいかなと少しでも思ってくれたらぜひチャンネル登録と高評価で応援してくれると嬉しいです。そして感想をコメントで教えてくれると助かります。